こんにちは、検証交通です。現在ここは東京駅の構内になります。皆さんは東京駅から群馬県の高崎駅まで行く場合、こちらの乗り場から、上越新幹線もしくは北陸新幹線に乗って行くことも多いかと思います。こちらの新幹線を使用すれば東京駅から、高崎駅まではだいたい1時間弱ほどで移動できるかと思います。もしくはこちら7番線、8番線から出発する上野東京ラインを使用して在来線で高崎へ行くという移動方法もあります。こちらはだいたい所要時間は2時間ほどになるかと思います。なのですが、もし東京駅から高崎駅に行く場合、JR 線に全く乗車することができなかったらどのように移動することがいいのでしょうか。今回はもしも JR 線に乗れなかったらどのように東京駅から高崎まで移動するということで、動画をお届けしたいと思います。こちらのホームにちょうど、高崎行きの電車が入線してきますので、こちらの高崎線の移動との比較を踏まえながら、JR 線を使わずに高崎駅へ向かいたいと思います。はい、こちら7番線から高崎行きの電車が出発していきました。ただいまの時刻は10時10分なので、こちらの電車が高崎駅に到着するのは、2時間後のだいたい、12時10分ぐらいではないかと思います。ということで、この電車が東京駅から出発してきますので、JR 線を使わずに高崎駅へ向かいたいと思います。本日は、JR 線には乗車できないので、ここ八重洲北口から、改札を出たいと思います。ただいま八重洲北口を、外に向かって歩いております。ここの建物は大手百貨店の大丸になります。東京駅の建物から外に出てまいりました。では、歩いて先に進みたいと思います。ただいま、東京駅から地下鉄の日本橋駅を目指しております。日本橋駅は、東京駅からだいたい 6,7 分で、着くことができるかと思います。なかなか東京に住んでないとこの地理感覚難しいと思うのですが、東京駅と日本橋駅は結構近いです。ただいま東京メトロの銀座線の乗り場の方にやってまいりました。こちらは2番乗り場上野浅草方面の電車になります。はい、ホームには浅草行きの銀座線がやってまいりましたので、こちらに乗車したいと思います。はい、ただいま、銀座線から降車いたしました。乗車時間はおよそ15分ほどです。そしてこちらは、浅草駅になります。ということで浅草の駅から、出まして先に向かいたいと思います。ただいま、東京駅のホームを出発してから30分ほど経過いたしました。そして、ホームで見送った高崎行きの電車は現在大宮駅の方に到着の模様です。ただいま東武鉄道の浅草駅の方にやってまいりました。こちら東武鉄道浅草駅の方から電車に乗車したいと思います。
次は2番乗り場から出発する、北千住行きの電車に乗車したいと思います。ありがとうございます。各駅に停まります。北千住行きです。はい、ただいま、こちら曳舟駅の方に到着いたしました。接続を待っていたこちらの急行電車に乗車したいと思います。次は北千住に停まります。南流山守谷方面ご利用のお客様はお乗り換えです。千代田線は連絡地下道をご利用ください。お待たせいたしました。ありがとうございます。続きまして、伊勢崎線、まずは2本電車の手配中。反対は4番線ホームのホーム後ろ寄りに停車中の電車、各駅停車の北春日部行きです。ご乗車ありがとうございます。この電車は急行久喜行きです。次は新越谷。京さんと道の割とその先北春日部エリアにお越しのお客様、反対側4番線各駅停車東武動物公園行きをご利用ください。宣伝台でございます。ご乗車ありがとうございました。まもなく春日部です。お出口は左側です。東武アーバンライン岩槻大宮方面、お忘れ物ございませんようお気をつけください。この電車は急行久喜行きです。お気をつけください。当線幸手方面各駅に停まります南栗田周期反対側4番線から12時分の列車でございます。この電車は伊勢崎線の久喜行きです。ワードの終了。The next station is Wazo. 次は久喜終点です。The next station is 久喜。館林、大田、伊勢崎方面 JR 宇都宮線大宮、宇都宮方面ご利用のお客様はお乗りいただきましてありがとうございました。久喜より先各駅停車館林行きはお隣2番線。久喜です。忘れ物なさいませんようお気をつけください。はい、ただいま乗ってきた電車の終点久喜の方に到着いたしました。そしてここからさらに先に進みたいと思います。次は2番乗り場の電車、普通館林行きの電車に、乗車したいと思います。接続時間があまりなさそうなので急いで乗車しに行きたいと思います。
側です。警戒のあたりが下をついていきます。車内の落とし物をお忘れの等電話にお気をつけください。ただいま、30分ほど乗車しまして、こちら館林駅の方に到着いたしました。そして次は5番乗り場伊勢崎行き、こちらの電車に乗車したいと思います。お待たせいたしました。東武鉄道をご利用いただきましてありがとう。優先席付近では携帯電話の電源をお切りいただきただいま乗ってきた電車の終点伊勢崎駅の方に到着いたしました。そしてただいまの時刻は13時42分です。先ほど JR 線が高崎駅に着いたのが12時10分頃だったので、 JR 線が高崎駅に到着してから1時間30分経過しております。そして本来ならばこの伊勢崎駅から JR 両毛線に乗って高崎駅へ行くことができるのですが、両毛線は JR なので本日 JR は乗車できないので、こちらは見送りしたいと思います。ということで別ルートで、高崎駅を目指したいと思います。ここ伊勢崎に来るまで東武鉄道でなぜ特急を途中使わなかったのかということがちょっとこの次バスに乗るのですが、そのバスの発車時刻が関係していました。というのは、浅草駅から特急電車を使って課金しても結局この伊勢崎駅から乗るバスは一緒ということで、特急料金を節約しました。ということで次に乗るバス停がこちらになります。次に乗るバス停の時刻表を見てみるとこのように1日4本、ちょっと寂しい時刻表になっております。次は、群馬中央バスの県立女子大行きという系統のバスに乗車したいと思います。はい、ただいまバスに35分ほど乗車しまして、終点のバス停の方に到着いたしました。女子大と名前がついたので少しそわそわしていたのですが、全然思った場所と違いました。ということで時刻表を見てみたいと思います。あらかじめ調べていたので分かってるんですが、こちら、バス停接続しておりまして、すぐ高崎行きのバスに乗車することができます。
どうやら先ほど乗ってきたバスが再び高崎駅行きのバスになるようです。ということで、こちらのバスに乗車したいと思います。ただいまこちらのバス40分ほど乗車しまして、バスの方から降車いたしました。そして本日の目的地である、高崎駅の方に到着いたしました。果たして本日は JR を、もし使えなかったらどのようなルートで、東京駅から高崎駅まで来るかということだったのですが、今回はこのようなルートで来ました。そして、所要時間なのですが、ただいまの時刻は、3時20分、出発したのが、10時10分だったので5時間10分、結構かかりましたね。はい。そして、東京駅で見送った高崎線の電車は12時11分にこの高崎駅に到着していると思いますので、JR 線からは遅れることに3時間10分ということで、JR 線を使わないとかなり時間がかかるということが分かりました。ということで今回は東京から、高崎駅まで移動するにあたり、もしも JR 線が使えなかったらということで動画をお届けしたのですが、このような検証結果になりました。ということで、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。